おはようございます。安倍義俊です。今なんかしょげてるのは、例によってもう何度目だか分かんないけど、今10分15分ぐらい、iPhone のカメラについて熱く語ったところで、今その16 Pro Max で撮影してるわけですけど、撮り終わって、どうだろうって思ったら、写真が、動画が全く映ってませんでしたというか、最初の2分ぐらいでなんでか分かんないけど、止まっちゃってて、で止まっちゃったことが全く分からない。iPhone 自体は録画の開始と停止でピンって音がするじゃないですか。そういう音とかもなく、なんだろう、アプリがクラッシュしたわけでもなく、音もなくただ止まっちゃっていました。それが怖いんで、なんだろう、撮影中になんかここのなんかランプがちょっとつくとかつけてほしいですね。このアウトカメラでやっぱり撮りたいじゃないですか。せっかくだからこのアウトカメラの標準なり広角なりで、今しょうがないから物理的に iPhone の後ろ側に今小さな手鏡みたいなのを置いて、今それを覗き込んだり、あるいはちょっともう念のためにこっち側に MacBook Pro のそのモニターにミラーリングで画面出して今チェックしながら撮ってますけど、この間そのカメラについて使い始めてみたら、僕は13 Pro Max から16 Pro Max への乗り換えなんですけど、3年ぶりに買い替えたわけですけど、あんまりその最初は性能的にその13の段階でもう完全に完成しちゃってたんで、あんまり進化したポイントがなんかこうピンとこなくて、3年ぶりでなかなかのなんだろうな、金額のものを買い替えたのになんか満足度があまり高くないなということでしょげ返っていたわけですけど、カメラを、使い始めてみたら、まずその5倍のカメラが結構寄れるんで、なんか面白いんですよね。120mm で結構マクロ、もうほぼマクロと言ってもいいぐらいまでぐっと対象物に寄れるんで、今飼ってるトカゲとかの写真を撮るのが楽しかったりして、これがなかなか良かった。あと超広角の方も、13の頃に比べると格段に画質が良くなっていて、今まさに超広角で撮ってますけど映ってるよね。そのあたりでちょっと満足度が上がってきて、カメラいいですよ。で13から16に乗り換えた甲斐があったっちゃあったかなみたいなところで、話をまとめてたと思うんですけど、今回今の撮影の失敗も含めて、その16でこういうちょっとした日常の動画を、撮ることができるかどうかみたいなことについての、その細かいちょっといくつか結構大きなバグがあったりして、それはすぐソフトウェアアップデートで治ると思うんですけど、そんなところを話していこうかなと思います。僕はだから今メインはこのシグマの FPL で日常大体これで撮ってるんですけど、今こうやって今僕絵を描いていて、ここのモニターに映ってるかな、描きかけの絵が映ってたりしますけど、今こういうふうに真俯瞰で撮影してるんで、こういう時になんか動画撮りたいなと思ったら、インスタ 360-Go3X ってアクションカムがあるんで、アクションカムで撮るか iPhone で撮るかになるわけですよ。今のところちょっと僕の手持ちのカメラで。で、せっかくだからその iPhone 16 Pro Max をメインのっていうか、こいつがメインのこいつが動かない使えない時のそのサブのカメラとして、こういう日常使いでちょっと今回みたいにね、雑談に近いような内容のものをちょっと撮るときにはこれでいけるかなみたいなことを期待していたわけですけど、ソフトウェアのアップデートで治ると思うんだけど、今のところ、カメラの機能にも、すごく期待していた空間オーディオの機能にも、僕の環境ではどっちも大きなトラブルが、あって、使えずにちゃんと使えずにいます。カメラに関して言うと、これは、写真家の西田渡さんとかドリキンさんとかが、言っていたことで、僕の、16 Pro Max でも再現されたバグですけど、すごく分かりやすいというか、100% に近いような再現性のあるバグで、4K の24フレームか30フレームの撮影の状態で、被写体にカメラをiPhone を近づけると、標準レンズからマクロ超広角に切り替わるところで、なんか切り替えに失敗してクラッシュしちゃうんですよね。なんだろうな、こんな誰もがよく使うような状態でテストすれば真っ先に分かるようなものを Apple がちょっと直せなかったことにちょっとびっくりしてますけど、なのでこれ多分今もう Apple の中で大騒ぎになって大至急直せみたいになってると思うんで、近日中にアップデート出ると思うんですけど、もっとなんていうかな、話題になってもいいのになと思いますね。 iPhone のカメラみんなも日常で使っていて 4K の30フレームで、だって被写体に近づけただけでカメラクラッシュしちゃったらもう使えないじゃないですか。もっと大騒ぎになってもいいのになと思うけど、僕のだから見て16 Pro Max をプロとかプロマックスを持ってる人の中では全員が
再現している問題なので、ミラーリングが消えたが、待って、映ってる？映ってる。そうだ、鏡を置いたんだ。鏡がよく見えないな。みたいなことなんで、多分近いうちに治るとは思うんですけど、今のところ 4K の30が使えなくて、シグマの FPL とか、僕の使っているそのアクションカムのインスタ 36053S とかも 4K の30で使ってるんで、iPhone も揃えたいんですよ。だけど、それが使えなくて困ってます。で、もう一個、これは僕以外の人で言ってる人がいないんだよ。で、他の方もなんかちょっと、なんだろうな、iPhone のその、16使ってる人、ちょっとぜひ、試してみてほしいんですけど空間オーディオが一応売りじゃないですか。で、空間オーディオで、動画録画すると、もちろん iPhone では普通に再生できて、で、編集モードで後から音響のそのかかり具合を変えることもできるんですよね。だから通常のモードと、スタジオの中で喋ってるみたいに、その喋ってる人のすぐ近くからにマイクがあるかのように、その音の位置を変えてくれるみたいなモードでになったりとか、あるいはそのシネマティックって言って周囲の音も、喋ってる人の音も一応ひとまとめにして前方から流れてくるみたいな、だから大きなスクリーンの前にあるスピーカーから鳴ってるみたいな感じの多分再現のモードとか、あるいはその喋ってる人、口を多分動かして喋ってる人に注目して、そこから音が出てるみたいにして喋ってる人の声を強調して、それ以外の音を小さくするみたいなモードとか、いろんなモードがついていて、でそれを編集で変えることもできて、ちゃんと音響もその変化が分かって、なるほどねと思って、でそれを、Mac に持っていって、Mac のダヴィンチリゾルブで開こうとすると、もうその瞬間にダヴィンチがクラッシュしてしまうという状態で全く使えないんですよね。で、これが僕以外に言ってる人がいないんで、もう僕の環境がおかしいだけなのか、だけど僕の家の環境だと、iMovie とかApple の純正のアプリで開いてもクラッシュするんですよ。iMovie がクラッシュしちゃダメだろうって話ですけど、この空間オーディオの動画のファイルは、動画のファイルと、音声のトラックが5トラックになる、5チャンネルになるんですよね。で、そのメインのその音、全体の音が収録されている、メインのチャンネルと、あとは、iPhone 自体に、4つマイクがついていて、それで音を立体的に撮ってるみたいなんですけど、その4つのチャンネルがそれぞれ4つあって、全部で5チャンネルになるんだけど、このファイルを開くことがうまくできないみたいで、そのダヴィンチとか iMovie はクラッシュしてしまいました。この間、その動画、iPhone で撮った動画も素材として使いたいのに使えないという状態になってしょうがないんで、ファイナルカットで開いたら、ファイナルカットもなんかそこで何かやろうとすると確かクラッシュしちゃうんだけど、開くだけはできるんで、開いたら何の操作もしないで、そのまま、ファイルをタイムラインに置いてすぐに書き出すを選択して、その5チャンネルをただのステレオに直して、プロレスかなんかで出力して、多分ちょっとそれでも画質とか下がっちゃうと思うんだけど、改めてそのダヴィンチで開いたら、それで普通のステレオの音響になって作業はできました。音質的にはだから空間オーディオがどうなったのかが分かんないというか、だったらもうただのステレオで撮りゃいいじゃんということになってしまうし、だから空間オーディオのなんていうか恩恵にまだ全く預かれていないという状態で、これまたなんていうの、そのiPhone で撮った動画をその編集ソフトに落としたら iMovie とか DaVinci とかクラッシュするんだけどっていうのが再現性の高い問題だったら、僕以外でももっとなんか大騒ぎになってるはずなんで、僕だけなのかな、他の方でなんか開けるとか、あるいはクラッシュするけどこうすれば開けるよとか、なんかお知恵のある方があったらコメントしていただけると非常に助かります。これまたダヴィンチの方の今度はそれアップデートとか、あるいは iMovie のアップデートで治るのかもしれないですけど、今のところなんだろうな、ダヴィンチだけがクラッシュするんだったらダヴィンチの問題だなと思うけど、iMovie でも確かファイナルカットでも何でもクラッシュしちゃうんで、多分この空間オーディオの音のそのチャンネルのなんか特殊なんだと思うんですよね。こんだけうまく動かないということは、そのあたりがうちの環境だけなのかみんなそうなのかが分かんなくてモヤモヤしながら、アップデートとか今情報とかを待ってるところです。あとは
動画に関して言うと、その iPhone のこのアウトカメラで、だからインカメ使うと液晶画面がこっち向いてくれるから、そのチェックしながら撮影できるから、まあ楽じゃないですか。だけどアウトカメラの方が画質がいいんで、当然こっちのメインの方のそのカメラを使いたいわけですよ。ね、この超広角とかもあるし。で、それで撮ろうと思うと、これで今動画が映ってるのかどうかがわかんなくて、すごく不安というか、そもそもさっき15分ぐらい喋った動画が全く最初の2分しか映ってなかったっていう。で、今、Apple Watch で映ってるところをチェックしながら撮ってますけど、こいつも遅延がひどかったり急に真っ暗になっちゃったりするんで、真っ暗になると動画止まっちゃったのかと思うじゃないですか。そうでもなくて、こいつはそのネットワークでデータを送ってくれて、こっち非力なアプローチ側で処理するのが大変みたいで、なんかものすごくカクカクするんだけど、なのでとりあえず今この iPhone が静かに動画を撮っているところがすごく、いつも映ってるのかどうか心配になっちゃって落ち着かなくてうまく喋れないです。で今そうね、後ろに鏡を置いたってこうやってちょっと覗き込まないとうまく見えてくれないし、それこそ手軽じゃなくなっちゃうじゃないですか。鏡のセッティングしないと映せないんじゃ。だから前面のところになんかランプとかついてるから、なんかランプをちょっとつけてくれるか、何かちょっと工夫をしたいですね。あるいはだからミラーリングで動画撮ると、この間もそうだったんだけど、やっぱ数分で、ミラーリング停止しちゃうんですよね。多分処理が間に合わないんでしょうね。だったりするんで、今のところこの iPhone を、ただポンと置いて、撮影ができるとすごくいいのになと思うんだけど、カメラの機能もなんかバグってるし、オーディオファイルはうまく動かないし、撮影中にちゃんと撮れてるかどうかが分かんなくて非常に不安というところで、これのあたりをちゃんと解決しないと、こういうふうに僕の場合で言うと、そのメインのカメラが、使えない時のその代打として、代打にしてはもったいないぐらいのいい画質で撮れてるんで、こいつをなんかむしろこうやってただ喋るだけの動画の時とかはもう iPhone でいいやみたいな状況にできるとよかったんですけどね、今のところ、ハードルがいくつもあって、苦労してます。まあその代わり、今僕は、ここに写真貼り付ければいいか、モフトの七変化スタンドだっけ、普通のモフトどこだ、こういう感じでモフトっていうこういうiPhone のスタンドがあるわけですよ。こいつはただこうやって置くだけしかできないんだけど、今僕が使っているこの、七変化スタンドでいいのかな、正式名称は、高さを出したり縦から横にこう入れ替えたりで、そこで、ヒンジがついていて角度がいろいろ変えられたりするんで、それを使って今、撮影してるんで、こいつが、使えるとなんていうの、ほらこれみたいな、こっち側に置くときはねこれ使ってるんだけど、なんていうの、スマホ挟むなんかあるじゃないですか。これに挟んでこんなやつでやるよりもポンと置くだけなんで手軽なんですよ。でこれでうまく動いたらいいなと思って、いたんだけど、七変化スタンドはなんかヒンジがある特定の角度でピタッと止まるようにできていて、このピタッっていう角度がなんかねこうやって広角で撮るとちょっと絶妙に俺の頭が切れる角度になるんで、今そのスタンドのこう置いたスタンドのこの手前側とかにちょっと物を置いてこう角度を調節したりしながらやってるんだけど、この辺りがもうちょっとスマートにいって、かつだから映ってるよね、この動画が綺麗に映ってくれるといいなと思いながら、やっております。今だから今回は、5チャンネルのその空間オーディオは諦めて普通の、ステレオで動画を撮ってます。まあ多分今なんかわからんけどピコって音がして止まっちゃったんですよ。俺のなんかアップローチにうっかり触ったからなのかな、なんか止まりましたよみたいなことがあるんで怖いんですよ。今回は今ピコって音が鳴ったんで止まっちゃったっていうのが分かったけど、さっきは、始まって2分ぐらいのところで音もなくカメラが止まって、実際みんなもここに置いたら分かると思うけど iPhone 自体はもう音もなくただそこにあるだけじゃないですか。動いてるかどうかが全く分からないので非常に不安です。話が何度もループしちゃうけど、
みたいなことで、今のところ、ですけど、昨日はなんかiPhone カメラ結構いいじゃんって言ったけど、今日は不満たらたらっていう感じです。こんな感じで多分日々ちょっとずつ自分自身が改善していったり、あるいはソフトウェアのアップデートがかかったり、あるいはそのなんかいい道具とか何かそのいいノウハウが蓄積されて、だんだん日常使いになっていくだろうと思います。だからちょっと今不平不満を言ってみたけど、これは多分時間が解決するっていうか、経験値で解決できる問題だなと思ってるんで、あんまりなんていうのめちゃ怒ってるわけではないです。多分1週間後とか2週間後にはそのソフトウェアも修正されて、僕の使い方もなんか手慣れてきて、こうすればいいんだみたいなことが分かってきて、多分なんだろうな、こういう日常のしゃべりのやつはそのアクションカムか iPhone でもいいやみたいな状況になってるんじゃないかなと思います。画質自体はなかなかというかかなり良いので、いいんじゃないかなと思っているところですということでした。今日はちょっと不満があるけど、大丈夫かなっていう感じです。はい、ありがとうございましたってか、映ってる？だから今はもうアップルウォッチ側が今度は止まっちゃってるから、こいつが映ってるのかどうかがここでプレビューで今確認できなかったんですよ。怖い、ということでした。はい。